皆さんこんにちは、みのりんです。本日はですね、クリップスタジオペイントさんとのコラボ動画です。デジタルでお絵かきしている方は聞いたことがあるんじゃないでしょうか。お絵かきのソフトです。私もね、すごく愛用していまして、もうね、何度も動画で登場しています。私は結構前からデジタルでお絵かきしているんですけども、10年くらい結構ね、長い間お絵かきしていまして、その間に色々とタブレットを使ってきました。お絵かき始めてみたいなって思った方や、初心者さん、どの液晶タブレットとかタブレット購入したらいいのかなとか悩んだことありませんか？というわけで本日は今まで私が使ってきたタブレットの中で特に愛用しているもの、いい点悪い点、いろいろと含めながらご紹介、そしてクリップスタジオペイントでどのようにお絵かきしているかを私なりにご紹介していきたいと思いますので、早速始めていきましょう。本日ご紹介するのはこちら iPad Pro Wacom One、 そして後ろにあるこちら Wacom のシンティックです。値段もどれも違って用途もどれも違うので、個人的ないい点と悪い点も含めて説明していきたいと思います。まず最初に一番小さいタブレットからご紹介したいと思います。じゃじゃん、 iPad です。私はね、こちら iPad Pro の12インチだったかなを使っています。というわけでまずはいい点、ちっちゃい、持ち運びやすい。ほとんどの液晶タブレットってパソコンとつなげる必要があるので、パソコンも持ち運ぶ必要があったりします。でもね、 iPad はこれだけで OK。 もうこれを持って電車の中でお絵かきとかもできちゃいます。当然ね、お絵かき以外でも活躍する場面がたくさんあると思うので、これ1台で色々と解決できちゃいます。そしてやっぱりこちら iPad ペンシルと相性がめちゃくちゃいい。もう反応がいいんですよね。いきます。ほら、めっちゃ反応がいい。全くズレも何もなくて、すっごい描きやすいの。おー、すごっ。筆圧感知とかもできて、強弱も完璧。はい、こんな感じに描けます。目あとね、 iPad はこれができます。このタッチして画面を動かしたり、こうくるくるって回したり、小さくしたり大きくしたり、この自由自在に操れるのがすごく使いやすい。いい点ばかりなんですけど、当然ね、ちょこっと悪い点もご紹介したいなと思うんですけど、例えば、画面がね、やっぱり若干小さいかなと。画面が小さければ小さいほどそれだけ書くスペースが限られていたり、お絵かきに特化した液晶タブレットってもう横にボタンがついてたりとか、時間短縮、細かい作業がすごくしやすいようになっているんですけど、これをね、細かいところをね、探しに行く必要があったりして、若干操作がしづらいかなと思います。あとは充電とか、一般的な液晶タブレットの場合、コンセントをつなげたら使えるので充電とかする必要がないんですけど、 iPad の場合は充電が必要なので、ペンシルも充電が必要なので、今書きたいな、充電がないってなったら書けないので、そこがちょっと悪い点かなとは思います。とはいえ iPad ペンシルって数秒で充電ができちゃったりするので、そんなに大変なことではないんですけど、今書きたいってなった時に書けないとちょっとムズムズしたりするかなとは思います。でも個人的にはもうね、最近はほぼ iPad でお絵かきしています。すごくおすすめなんですけど、やっぱりね、すごく細かいイラストを描きたいなと思った方、他にもおすすめの液晶タブレットあります。続きましてご紹介するのは Wacom One の液晶ペンタブレットです。じゃじゃーん。iPad よりは若干大きくてお絵かきに特化した液晶タブレットです。ペンはこれかな？これとこれを使っています。では、いい点。やっぱ複数ペンとか使えるのはいいですよね。こちらとかね、もうね、見てもわかる通り鉛筆みたいなんですよね。書き心地も持ち方ももう全部鉛筆に似ているので、もう慣れた感じでお絵かきができちゃうとかね、いろいろと鉛筆がありますし、画面が広くなった分細かいイラストも描けますし、あと充電が必要ない、ペンシルも充電が必要ないですし、これもこうやってね、つなげちゃえば使えるので充電とかが全く必要ないです。パソコンとつなげる必要はあります。で、これもね、めちゃくちゃ軽いの。iPad よりは重いんですけど、かなり軽いですし、薄い。これだったらカバンに入るんじゃないですかね。入ります。さすがにね、電車の中でするには難しいかなと思うんですけど、持ち運びは全然問題ないので、どっか行った先でお絵かきしたいとかあったらもう全然できます。個人的には iPad は簡単なイラストを描きたい時とか、移動しながら描きたい時には使っていますが、こちらはもうちょっと落ち着いたところで描けて、もうちょっと細かいイラスト描きたいなと思った時に使います。しかもこうやって高
高さがね出るので、自分が使いやすい位置に持ってくることができます。では実際につなげて使ってみます。はい、では使い心地を見ていきましょう。反応は完璧。手ブレ補正結構かけてたので、それを下げて書いてみますとさらに早く反応します。でもちろん筆圧感知とかもできますし、細く書くこともできて太く書くこともできます。やっぱお絵かきに特化した液晶タブレットなので、お絵かきはすごくしやすい。これとかもやっぱり鉛筆みたいな感触なので、いつもの感触でお絵かきできるのも素敵ですし、しかもここ見て、ここに鉛筆を入れることができます。なので持ち運びも完璧。しかもね、パソコンとつなげているので細かい操作がしやすいです。若干ね使いづらい点といったら、このタッチ機能がないんですよね。なので動かすこととかもできません。もう本当にね、どれもいい点と悪い点とかがあるんですけど、最後はね、一番大きいタブレットをご紹介したいと思います。じゃじゃん、私が持っている液晶タブレットの中で一番高くて一番大きい液晶タブレットです。もう何度もね動画で使ったことがあるので見たことがある方もいるかと思いませんが、こちらなんと40万円です。めちゃくちゃ夢だったので、こちらを購入することが、数年前にねお金をずっと貯めて購入しました。というわけで、こちらのいい点と悪い点見ていきましょう。まずは悪い点から。大きいめちゃくちゃ大きい。100キロぐらいあるんで、持ち運びがめちゃくちゃ大変。私一人では持ち上げられないくらい重いです。40万円ネタだと思うじゃん。マジだから。痛い痛い。結構ね、コードとかも複雑なので、なんか使いこなすのに結構時間がかかります。もし初心者でこれからお絵かきしてみたいなと思った方であれば、こんなに大きいのは必要ありません。購入して使ってみて、ここまで大きくなくていいなって思いました。大きさといえばもうこちらか、これより若干大きいサイズで全然いいと思うので、もう高いし複雑で重いし持ち運べないし複雑だし、そういった点がねたくさんあるんですけども、でもねやっぱりねいい点がめちゃくちゃあります。個人的には持っている液晶タブレットの中で一番使いやすいです。では早速お絵かきしていきましょう。はい、というわけでまずはこうやって角度を変えられますし、こう横にもね変えられます。やっぱお絵かきする時って紙をくるくる回したくなっちゃうと思うんですけど、これですとこうやってもう簡単に物理的に運転しているみたいに変えることができるので使いやすい。さらにこういった機能とかもついていて、好きな機能を好きなボタンに設置するだけでピッピッピッってボタンを押すだけで使えちゃうので便利。ブラシの大きさとかもここをこうくるくる回すだけで変えられます。あとこちらタッチ機能付きなので、ほらこうやって縮小したり大きくしたり、もう基本的にやっぱり使いやすいなと思った機能は全部あります。あとこうすればもう書きやすい高さに調整することもできちゃいます。そして当然この反応速度もうピカイチです。あとやっぱりコンピューターとつなげている分メモリーも多くてレイヤーの数とかも多く対応できるので、そういった部分も含めてやっぱ全部込み込みで一番使いやすいです。でも大きい。といった感じでどのタブレットもいい点と悪い点がありまして、もう用途とか場面で使い分けています。というわけで続きましてはクリップペイントスタジオを使って実際にどうやってお絵かきするか簡単に紹介していきます。何描こうかな考えてなかったんですけど、さっきまでね私映画を見ていまして、なんかちょっと怖い映画、ホラーではないんですけどゴスロリっぽい服を着ていたので、ゴスロリ系の服で描いてみたいなと思います。というわけでパパッと下書きしてきました。じゃじゃん。そういえばロリっぽい女の子で私オリジナルの子がいるなと思い出したので、その子を描くことにしました。それがこの子です。ワロリータですね。これをパソコンの中に入れました。そしてお絵かきで使うソフトは当然クリップスタジオペイントです。私が本日紹介したタブレット全部で使えて、全部で無料トライアルができます。まだ使ったことがない方はぜひぜひ無料トライアル試してみてください。では早速書いていきましょう。ではペンとかもたくさん種類がありまして、まずは線から書いていきたいなと思いますが、G ペンかな？ G ペン使っていきます。このくるくるを使ってブラシサイズを変えて線画していきます。
もうこのオリジナルの子はね、すごく昔に描いたので10年くらい前。今描くとやっぱ違う画風になりますね。でレイヤーを追加しつつ、違うレイヤーで髪の毛とかも描いていきます。線画ってとにかく時間がかかるので、私は結構ね、音楽聴きながらとか YouTube 見ながら描いています。ちなみにこの子のちょっとしたチャームポイントで、耳の後ろでこうやって毛が長いのが出ています。はい、っていうわけで線ができました。というわけで続きましては色分けしていきます。これはね、バケツ機能を使っていきます。服はね、濃い赤なんですよね。この色かな。で色もレイヤーで分けていきます。で髪の毛は確か黒だったかな。でどんどん色をつけていきましょう。ここも若干お時間がかかります。はい、というわけでこんな感じで簡単な色分けが完成です。あと目大事。目どうしよう。この子ね、ちょっと変わった目の色をしていまして、目のところだけをアップにして、確かね、黄色っぽい目だったんですよね。あとはレイヤーを蒸散とかにしつつ、一番上にはハイライト。こんな感じでどんどん細かく色を塗っていきましょう。額のところの影だけちょっと紫っぽい色にします。個人的に瞳の色はちょっとグレーにします。真っ白じゃなくてグレーにした方が一番上にハイライトを入れるときに、こう入れたときにすごい目がキラキラして見えるんですよね。あとね、私は顔から塗っていくことが多いです。続いては髪の毛でスッと入れていきます。あとは線の太さを変えたりしながら、さらに細かい線を入れていき、消しゴムを使ってなんかちょいちょい軽くしてったりしていきます。あとは服とか細かいところまで影をつけていきますと、じゃじゃん、こんな感じになりました。とてもシンプルに描きました。そして最後にここからずらーっと背景とかパターンがたくさん出てきます。どんな背景にしようかな。なんかシンプルなのがいいなと思います。すごい種類あるから迷う。これにしようかな。ドラッグして持ってくると背景が出てきます。はい、こんな感じ。めっちゃ可愛いじゃん。ちなみにさっきのこちらからはもういろいろなデザインがありまして、もう漫画のねスクリーントーンとかも入っていまして、漫画で使えそうな背景とかがあるので、実はこちらのソフトを使って漫画を描くこともできます。もう本当に多機能なんです。というわけで私のオリジナルキャラクターが完成しましたが、いかがでしょうか。じゃん。
というわけで簡単にですけど私がおすすめする機材とかソフトのご紹介でした。どんなイラストが描きたいかもう時と場合によって変えたりしています。そしてどのタブレットでも使えるのがクリップスタジオペイント、無料でダウンロードできるのでぜひチェックしてみてください。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、Twitter とインスタもやってるのでぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。